河津桜が見頃を迎え、春のぬくもりが感じられるようになった京都。今回は平安京の南を守る神社として創建された城南宮を訪れました。この時期、ここでは散りゆく梅の美しい風景を見ることができました。苔の上に静かに落ちた椿の花、足元に広がる梅の花びらの絨毯、そして奥に広がる春の気配を感じさせる梅の庭。人生で一度は見たい、そんな春の景色をご紹介します。参拝の後は名物のおせき餅もいただきました。さらに最後には京都で見られる早咲きの桜、春めき桜のスポットもご紹介します。それでは春の城南宮へ。
もちゃん私たちが写真見た。気をつけてよ。切り株もいいんだよね、なんかいい味出してる。灯籠に気がついてなかったのか。あとで頑張るか。国土や都の守護を願って平安遷都の際に創建された神社です。泣くようぐいす平安京という言葉でおなじみの西暦794年、桓武天皇によって平安遷都が行われた際、都の安泰と国の守護を願って、南の玄関口に創建されたのが、ここ、城南宮です。御本殿にお祭りされているのは、国土守護の神である国の床たちの御事をはじめとする三柱の神様、城である平安京の南にあるお宮として1200年以上の時を刻んできました。城南宮が
法よけ、厄除けの神様として全国的に知られるようになったのは、平安時代後期の歴史が深く関わっています。当時、この地には広大な鳥羽離宮が造営され、白河上皇や鳥羽上皇による院政の舞台となりました。特筆すべきは、当時の上皇たちが紀州の熊野三山へ参拝する際、ここ城南宮を旅の出発地、精進所として選び、道中の安全を祈願したことです。その行列があまりに途切れなく続いた様子は、ありの熊の詣と例えられるほどでした。ここから旅を始めることが安心の証となったことから、現代でも引っ越しや建設、旅の安全を願う人々から法よけの神として厚い信頼を寄せられているのです。しかし、この静かな祈りの地は、後に日本の運命を左右する場所となります。慶応4年、1868年、徳川幕府の終焉を告げる鳥羽伏見の戦いは、まさにこの城南宮の参道に置かれた薩摩藩の砲列が幕府軍に向けて火を吹いたことで始まりました。この戦いによって時代は一気に明治という近代日本へ動き出しました。城南宮は平安の雅と幕末の激動、その両方を見守ってきた歴史の目撃者でもあるのです。四季折々の美しさを見せる深淵や、雅な曲水の宴、歴史の重みを感じながら歩けば、今の私たちの暮らしも良き方向へと導いてくれる気がします。城南宮の向かい、国道1号線沿いには、名物お関餅のお店があります。江戸時代、この地で茶屋を営んでいた関目という娘が、傘の裏にあん餅を並べて、旅人に振る舞ったのが始まりと伝えられています。その美味しさはたちまち評判となり、お関餅と呼ばれるようになりました。この日は店内でいただくことができなかったので、近くの公園で味わうことにしました。京都の中心部、高辻通りと室町通りが交差する場所、歴史ある校舎が残る聖徳学舎前には早咲きの桜を楽しめるスポットがあります。その名も春めき桜。満開に近づくにつれて、やがてソメイヨシノのように優しい白色へと変化していきます。見頃は3月中頃です。京都の春はふとした街角にも静かに訪れます。また次の旅でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも二人旅チャンネルでは京都の四季の風景をお届けしていきます。もしよろしければチャンネル登録をして私たちの旅の続きを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。